皆さんこんにちは、阿蘇です。今回も前回に引き続き、海藻を楽しもうシリーズをやっていこうと思います。今回はパート3ということで、前回説明しきれなかった海藻を購入した際の注意点、そして水槽で維持する際の注意点などを説明していこうと思います。まず購入してきた時の水合わせについてです。魚でやるような点滴法をやるほどではないですが、水合わせは必要になります。ちなみに点滴法とはエアチューブなどを用いてポタポタゆっくりと飼育水を合わせていく方法になります。水合わせが必要な理由ですが、海藻も魚やサンゴと同じく急激な環境の変化を嫌うんです。少し話が飛びますが、お店でこのような海藻をよく見ることがあると思います。これはイワズタ類という種類の海藻なんですが、イワズタ類は有装子というものを放出し、一斉に枯死、つまり枯れてしまうという特徴があるんです。この有装子というのは鞭毛を持った胞子で、藻類や藻菌類が子孫を残すために放出するものです。簡単に説明すると、まず成熟した海藻が有装子を放出し枯死します。放出された有装子は発芽し配偶子となります。この配偶子が受精し胞子体となってまた成長していくんです。有装子の放出はイワズタ類のライフサイクルの一環であり、期間の違いはあれ、多くのイワズタの仲間が一定期間ごとに有装子を放出して一斉に溶けてしまいます。ここで厄介なのが、この有装子の放出は環境の急激な変化によっても起こりうるものなんです。正確には少し違うかもしれないんですが、環境が変化してやばい、子孫をなんとか残さなきゃって海藻がなっちゃっているようなイメージかなと思っています。イワズタの特徴や有装子の放出については次回の動画でまた説明しようと思います。話を戻しますが、この有装子放出という特徴もあるため、海藻は急激な環境変化は避けた方がいいんです。特に水温や塩分濃度の変化には敏感だと思われるので、きちんと水合わせをすることをお勧めします。あくまで個人的なやり方ですが、自分は 2,3 分間隔ぐらいで少しずつパッキングの水を捨てては飼育水を混ぜてを繰り返し、だいたい 7,8 割ほど飼育水が混ざったかなと思ったら水槽に入れるようにしています。ただ、いかんせん石橋を叩いてから鉄筋の端の方を渡るタイプなので、だいぶ慎重にやってる方だと思います。また、水温についてですが、自分はエアコンで温度管理をしているので、室内に置いておくだけでほぼ水槽の温度と一緒になります。なので温度合わせはしないことが多いのですが、そうではない人は水槽内にプラケースやパッキング袋などを浮かべて水温を合わせながら水合わせをやった方がいいかなと思います。ではここからは水槽で管理する際の注意点をいくつか説明しようと思います。まず一つ目は足し水です。足し水というものについて簡単に説明すると、海水水槽の場合、水が蒸発すると飼育水の塩分濃度が高くなってしまうため、減った分の水をこまめに足して塩分濃度を一定に保つ必要があるんです。しかしその際、勢いよく真水を水槽内に入れてしまうと、真水が直接海藻に触れてしまいます。真水と接触した部分の藻体は真っ白に枯れてしまうので要注意なんです。ちなみにサンゴに対しても真水が直接かかるのは避けた方がいいです。足し水を直接水槽に入れる場合はゆっくり少しずつ行ってください。また水流ポンプがあるならその近くにそーっと入れることで飼育水と混ざりやすいのでおすすめです。二つ目は今も少し話に出てきた塩分濃度についてです。ちなみに塩分濃度は比重で測る方法と濃度で測る方法があります。昔からアクアリウムで用いられてきたのは比重ですが、実はここ数年濃度で計測する方が望ましいと言われています。その理由ですが、比重は温度で変わってしまうからなんです。塩分濃度はサンゴで32から 35% ミルが適切と言われており、海藻もおおむねこの範囲での管理がいいかと思われます。そして塩分濃度で一番重要なのは急激な変化を避けることです。先ほどもお伝えしたように海藻は急激な変化を嫌うので、塩分濃度はできるだけ一定に保つのが大切です。
38ミリになっていたから慌てて32ミリに下げるというようなことをすると、海藻はもちろんサンゴも調子を崩します。定期的に塩分濃度を測り、もし異常な数値となってしまったとしても、ゆっくりと調整することをお勧めします。そして3つ目は水温です。前回の動画でも説明したように、自然界で海藻の自生する深さは数センチから数十メートルとかなり幅が広く、水温ももちろん一緒ではないのです。例えば沖縄の夏場の海は表層で30度程度ですが、深さ40メートルだと26度程度と言われています。なので一概にこの温度がいいとは言えず、その海藻の自生する環境に合わせてというのが理想なのかと思うのですが、そこまでマニアックな人も少ないと思いますし、そもそもそんなことをしていると、いろいろな海藻を一緒に楽しむこと自体が難しくなると思います。個人的な経験則と他の海藻ラバーの方々の意見を組み合わせての考えなのですが、だいたい下は23度、そして上は高くても28度まででの管理が多くの海藻では望ましいんじゃないかなと考えています。体感的には特に22度を切ると海藻の成長スピードが著しく落ちる印象があります。とは言いつつ、実はこの水槽の水温は19度なんです。ただここまで低いと花の枝の成長はかなりゆっくりです。ですが、それでも衰退はしていません。水温に関して最も大切なことは、塩分濃度と同じく急激な変化を抑えることです。自然の海では台風などの特別な状況を除いて急激に温度が変化することはありません。なので1日の中で急激に温度が上がったり下がったりするのは避けましょう。なお、急激な温度変化は魚の白点病のリスクになりますし、サンゴが調子を崩す原因にもなります。そして5つ目、実はある種の海藻と生態とで組み合わせが悪いケースがあるんです。その例を2つほど挙げようと思います。その前に、皆さんはアレロパシーという言葉をご存知でしょうか？アレロパシーとは植物が放出する化学物質により他の生物がいろいろな影響を受けることなんです。トマトとバジルを一緒に植えるとトマトの成長が良くなったり甘みが強くなったりするというあれです。そしてこのアレロパシーを引き起こす化学物質をアレロケミカルというのですが、海藻もアレロケミカルを放出しているんです。というわけで、まず一つ目は秀夫さんに教えていただいたのですが、こちらの海藻です。たまにショップで売られているのでご存知の方もいるかもですが、眉ハキモという緑藻になります。綺麗ですよね。この緑藻、実はサンゴとの接触が NG なんです。2011年のとある研究で、この眉ハキモや他にフサガラガラと言われる海藻を SPS という分類のサンゴと接触させた状態にしていると、サンゴの光合成が抑制されることや、サンゴの白化現象が起こることが報告されています。実際にその原因となったアレロケミカルも同定されています。確かに実際の海でも海藻とサンゴはお互いに覇権を争っていますからね。もちろん全ての海藻がそうというわけではないのですが、マイハキモを購入する際はくれぐれもサンゴとの接触は避けるようにしてください。そして2つ目はテングサという構想の仲間になります。マクサ、ヒラクサ、キヌクサ、オプクサなどが含まれるのですが、これらの種類が自身を守るために出すアレロケミカルは魚にとって刺激性があったり、特定の微生物の増殖に働いたりするため、タツノオトシゴなどの繊細な魚類の場合、ストレスや病気の原因となるようなんです。なのでテングサ類は水槽の魚種によっては避けた方がいいかと思います。というわけで、とりあえず今思いつく限りの注意点をお伝えしました。3回にわたり海藻を楽しもうシリーズを続けさせていただいたのですが、とりあえずざっくりした海藻の育て方の説明はこれで一旦終わりにしようと思います。また気づいたことがあれば、その都度動画で説明していこうかなと思っています。もしこの3回の説明ではよくわからないことがあれば、ぜひコメント欄で質問してください。では今回の最後は、前回ご協力いただいたスサノオの生みの親いちさんとイラストレーターのアッコさん、このお二方の水槽を紹介して終わりにしようと思います。ではまずはアッコさんの水槽になります。一つ目は直径30センチ、
水量約10リットルのマリンボトルになります。海ぶどうの森がとても美しいボトルです。ろ過装置や隙間はもちろんなく、水流ポンプのみ。水替えは週に1回3分の1程度。維持期間はなんと2年7ヶ月になります。そして2つ目は同じくアッコさんの60センチロウ水槽になります。こちらの水槽、なんと難しいとお伝えした海草がとても綺麗に生えているんです。本当にすごいです。水槽サイズは60センチ ×30 センチ ×23 センチ、水量は約35リットル。この水槽もろ過装置はなく、入っているのは水流ポンプと豆スキマーのみ。水替えは週に1回5分の1程度で、維持期間は1年8ヶ月になります。では次いで、いちさんの水槽になります。まずはこちらのロウ水槽。様々な緑藻、香草が入り混じり、絵画のような美しい水槽となっています。水槽サイズは先ほどのアッコさんのロウ水槽と同じく60センチ ×30 センチ ×23 センチ、水量は約35リットルです。ろ過装置はなく水流ポンプのみとなっています。水替えは 1,2 週間ごとに1回4分の1程度だそうで、維持期間は10ヶ月になります。そして最後の紹介ですが、こちらは世界的に有名なカナダのフラグボックスさんというアクアリウムショップから発売されているめちゃくちゃおしゃれなオールインワン水槽になります。なんとタイにいるイチさんにカナダからわざわざプレゼントされたものらしいです。イチさんもフラグボックスさんもすごすぎます。サイズは 405mm×380mm×178mm、水量は 22.5 リットルになります。先ほどお伝えしたように背面オーバーフロー式の水槽です。水替え頻度は 2,3 週間に1回3分の1程度。維持期間は1年となります。というわけで駆け足にはなりましたが、お二方の水槽を紹介させていただきました。どれも綺麗すぎて本当に言葉が出てこないです。ではでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。今後もこのチャンネルではアクアに関するいろいろな情報を発信していこうと思います。応援してやってもいいかなとちょっとでも思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価ボタンをクリックしていただけるだけでもすごく嬉しいです。そしてこのチャンネルではアクアに関するちょっとした疑問、質問、お悩みなどを随時募集しております。もし何か気になること、困ったことがある人はお気軽にコメントください。それでは皆様、アクアリウム今日も楽しみましょう。さようなら。